はい、こんにちは、あみです。お久しぶりです。ゴールデンウィークのですね、キューバ旅行から帰ってきました。で、少し間空いてしまったんですけど、ちょっとしばらく時差ボケでですね、YouTube を撮る気をなくしてしまってたんですけど、ちょっとだいぶ復活したので、今日からね、また iPad チュートリアルを再開していきたいと思います。で、なんかね、こういうキューバのお土産、カードの置物とかをたくさん買ってきました。で、ちょっと画面がうるさいんですけど、これを置いてですね、今日はやっていきます。で、今日はですね、おすすめのアプリを紹介していくんですけど、ちょっとその前にこのキューバの写真をね、お見せしたいなと思います。で、こんな感じでですね、すごい映画の古い街並み、ワンシーンが切り取られたような風景がたくさんあって、あとね、カラフルなこのクラシックカーがすごいたくさんあって、めっちゃかっこよかったですね。で、本当にたくさんクラシックカーの写真撮ったので、その写真はですね、また写真編集して皆さんにお見せしたいなと思ってるんですけど、写真の管理とか、あと写真の編集に関しては、ライトルームっていうアプリですね。Adobe から出てるライトルームっていうのを使っています。で、このライトルームの使い方に関しては、また次回の動画とかで、解説していこうと思うんですけど、今日はまた別のですね、写真加工のおすすめアプリっていうのを紹介していきたいと思います。で、紹介するアプリなんですけど、エンライトっていうところから出てるピクサループっていうアプリですね。これを紹介したいと思います。で、これは無料のアプリになります。App Store 一回買っちゃうとちょっと値段が見えなくなっちゃうので、今いくらなのかっていうのはちょっと確かではないんですけど、おそらく無料です。で、このアプリなんですけど、どういうものかっていうと、写真の一部を動かすことができるっていう結構面白いアプリです。例えばこういう空とか海とか動かしたいところをタッチするだけで本当に一瞬でそれが動画っぽくなるっていうアプリですね。で、このエンライトっていうところが出しているアプリシリーズが結構この合成に強いアプリをたくさん出してるんですね。で、結構うまく使えばなかなか目を引くコンテンツが作れるんですけど、今日はね、それを使ってこのキューバで撮った写真を、動画にするっていうやり方を紹介していきたいと思います。はい、じゃあ始めていきます。まずピクサループ立ち上げたら新しい写真を読み込んでいくんですけど、その時はですね、左上の写真のマークですね。これを押してもらって、で、新規プロジェクトで新しい写真を読み込んでいきます。で、今回はですね、さっき見せたこの夕焼けの写真を、読み込みます。で、写真開いたらですね、こんな感じのインターフェースになってるんですけど、この下にですね、いろいろ項目というか編集項目があるので、ここからですね、調節していきます。で、今日はですね、このうちのいくつかを紹介していくんですけど、まずはじめに、一番左の動画化っていうところからですね、写真を動画にする編集をやっていきます。で、動画化っていうのを押すとまたこんな感じでいろいろ項目出てくるんですけど、写真を動かすときに使うのはこの一番左のパスですね。で、今雲が右から左に流れていくっていうこの動きを作りたいので、雲をタッチして右から左にこうやってパスを作ってあげるんですよ。動きの流れをですね、こうやって線でなぞってあげるっていう感じですね。で、こうやって線でなぞれたら右下に再生ボタンがあります。で、これを押します。で、そうするとですね、見えてるかな？画像がちょっとゆっくりじわっと動いたような表現が出てきますね。で、パスを書いたところを中心にこの動きがじわっと広がっているんですけど、今このお城のところ、動いてほしくないところも今こうやって動いちゃってますよね。で、この動いてほしくないところは固定っていうボタンを使って、停止させる必要があります。この、固定マークですね。これを押してもらって、画像の、止めたいところをこうやってなぞってあげます。まあ普通にですね、こうやってブラシでこうマスクを取るような感じで、このお城のところと、あと水平線ですね。水平線も動いてほしくないので、水平線のところもなぞっていきます。こんな感じかな。
で、こんな感じでなぞれたらですね、再生ボタン、右の再生ボタンをもう一回押します。で、そしたら、固定されたところは動かずに、他のこの上の空のところと海のところがパスに沿って動いていきます。で、この感じでも結構いいんですけど、この下のですね、海のところは違う動きをつけたいので、もう一回パスを選択して、違うラインを引いていきます。こんな感じかな。下から上に、波が来てるように作りたいので、そういったラインを作りました。で、この下のスライダーで速さですね。この動きの速さを決めていきます。で、今回はね、遅くでいいと思うので、一番最小にしてます。で、もうこれで完成ですね。本当に一瞬で動く写真が作れます。で、ちょっと今回この写真がですね、ハイライトが結構飛んでて分かりにくいので、違う写真でも試してみたいと思います。で、この滝の、写真ですね。これをちょっと動画化していきます。で、まず一番左の動画化を押して、パスを選択。で、この流れている滝のところ、水のところだけを、動かしていきたいんですけど、まず最初にこの水の流れを2本線でつなぎます。で、そうするとさっきと同じように全体的に動いちゃうので、今度はですね、怒りっていうのを使います。で、怒りっていうのは動かしたいところを範囲指定するようなツールですね。こうやって動いてほしいこの水のところだけを囲ってあげるんですよ。そしたらその他のところは動かなくなるようなですね、ツールです。で、こうやって点々でですね、こう囲っていってあげるんですけど、この打った点っていうのは後からでも修正できます。こうやって後から動かすこともできます。で、この打った点とかパスとかを消したいときは、このゴミ箱ボタンですね、削除っていうのを押してあげると、パスが消えます。で、もう一回なぞってあげると違うパスラインが作れます。ちょっとさっき上の方からパス引きすぎたんで、この下のところだけを動かすような指示を与えてます。で、この水が落ちてる上のところ、崖の上のところは怒りじゃなくって、固定っていう項目、さっきのやつですね、固定で止めてます。で、ちょっと見えにくいんですけど、この滝の下のところに人が、このちっちゃいのがいるので、ここも固定で止めてあげます。こんな感じですね。で、再生ボタンを押したら、この水のところだけが結構いい感じに動いてますね。で、左下の水のところもですね、動かしていきます。パス選択して、水の流れを書いてあげて、他のところも動いちゃうので、怒りで、選択ですね。範囲選択をしてあげます。こんな感じかな。で、完成ですね。で、こういう写真の一部が動くやつのことをシネマグラフって呼んだりするんですけど、シネマグラフってちょっと作るのめんどくさかったりするんですけど、この、ピクサループだったらすごい簡単に作れるよっていう感じですね。で、ちょっと他の機能も紹介しておきます。オーバーレイっていう機能があるんですけど、これを押すとですね、この動画のフィルター、なんかエフェクトみたいなのがたくさん用意されてて、このエフェクトを追加することができます。で、あんまりやりすぎるとですね、ちょっと子供っぽくなるのでおすすめしないんですけど、今回はね、この霧を追加してみますね。この下のスライダーでこの霧の量みたいなのを調節できるので、まあ中間ぐらいにして、今回はこれで完成です。で、最初ね、写真だったとは思えないぐらい結構いい感じにこれはできたかなと思います。で、あと2枚ぐらいですね、違う写真で、作ってみたいと思うんで、ここから少し早送りで回していきます。
はい、じゃあこんな感じで完成になります。最後書き出しの方法なんですけど、右上の書き出しマークを押してもらって、でここでですね、再生時間、どのぐらいの長さにするかとか、あと画質とかを選べるので、ここから書き出していきます。で、書き出したものはですね、写真ホルダーの中に入ってます。で、完成がこんな感じです。で、今回は火のところだけを動かすような感じにしたんですけど、うまくやればですね、結構リアルに、作ることができます。で、この手で持ってる火のところですね、ここはちょっとうまくできてないなって感じなんですけど、怒りをもう少しうまく使って、怒りと固定ですね。これをもうちょっとうまく使ってあげると、もう少しクオリティ上がるかなと思います。はい、ということで今日はこんな感じで完成になります。今日はですね、ピクサループっていうアプリ紹介してきたんですけど、また他にもですね、おすすめのアプリとかいろいろあって、今まで紹介してきたやつ、いくつか概要欄の方に載せておくので、よかったらそちらも見てもらえると嬉しいです。で、皆さんのおすすめアプリとかもですね、もしあったら、私まだまだ知らないのとかいっぱいあるので、よかったらコメント欄の方にも書いてみてください。はい、ということで今日は以上になります。ご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。